どうも、弁天クルーのタイガです。前回のニューバランスの新作でございます。ML2002R の動画見ていただきましたでしょうか。前回はですね、細かなディティールであるとか、彼の歴史についてをちょこっとお話しさせていただきました。まだ見てないよっていう方はですね、リンク貼っておきますので、ぜひよければご覧いただければと思います。で、その時にですね、細かなサイズ感の話であるとか、しっかりとした履き心地の話っていうのはちょっとお伝えできてなかったんで、今回ちょっとその、第2弾ということで、そういう細かな部分をお伝えできればいいなと思っております。まずですね、皆様が一番気になってるであろうサイズ感の話です。僕はですね、ニューバランスは、まず574と、990V3 と997、998で992と履いてるんですが、基本的にほとんど全てのモデルっていうのは 25.5 を選んでおります。理由というのが、僕にとってはもう一番ジャストっていうのが、それが一番の理由なんですが、基本的に、そうですね、どのモデルも、ほんとジャストですね。緩くもなく、きつくもなくっていうような感じですね。なので 25.5 を選んでおります。で、今回の ML2002 に関しても 25.5 をチョイスしましたが、まず最初に言うと、正直かなりジャストです。他のモデルに比べて結構きつめ、です。横幅も割とタイトですし、全長も、そうですね、余裕があるかって言われるとそうではなく、もう本当にジャストです。なので、前回の動画でコメント欄に質問いただいている方もいらっしゃったんですが、僕に関してはおすすめするとすれば、ニューバランスでいつも同じようなサイズを履いている方であれば、ハーフサイズアップでもちょうどいいんじゃないかなっていうのが正直な感想です。ハーフサイズアップで買った時に、こんな感じでね、インソール、こちらのモデルに関しては取れるようになってるので、ちょっとサイズ大きめだなっていう風に感じた方に関しては、厚手のインソール入れてもらえれば、全然問題ないかなと思うんで、ちょっとでもサイズ感気になる方であれば、ハーフサイズアップ上げて購入っていうのが、僕的には結構おすすめなんじゃないかなと思います。次に履いてみた感想なんですけど、めちゃくちゃいいですね。本当に僕たちスニーカー好きにとって一番困っちゃうことって、もうこの靴以外いらないやって思っちゃうことだと思うんですよ。元来本当はそれが一番いいんですけど、なんて言ったらいいんですかね。次欲しいスニーカーの購入意欲を削っちゃうというか、もうこれだけでいいやって思わせちゃう靴なんですよね。だから結構困っちゃうんですけど、本当にそれぐらいこれだけでいいやって思わす履き心地です。で、履き心地に関しては、僕が一番好きな 990V3 に結構似てるんですよね。990V3 っていうのはエンキャップ使ってるので割と硬めな印象なんですが、この2002もですね、ソールの厚さがそこまで厚くないせいなのか、エナジーっていうプニプニしたニューバランスのテクノロジー入ってるんですけど、そんなに柔らかさっていうのは感じないです。割とちょうどいい感じですね。本当にしっかりと地面を捉えてくれるような、硬くもなく柔らかすぎずもなくっていうようなのが、彼の特徴なのかなと思います。で、プラスアルファ、やっぱりめちゃくちゃ軽いんですよ。僕、意外とこの992をそこまで履いてなくて、もうほんと正直言うと、10回ぐらいしか購入してから今年履いてないんですが、これなんでかっていうと割と992って、軽い部類には入るとは思うんですけど、それでも重たいんですよね。ただ2002に関してはもうめちゃくちゃ軽いんですよ。でやっぱりスニーカーにとって軽さって正義なんだなって思わせてくれた一足でもあります。デザインとカラーリングに関してなんですが、デザインは割と攻撃的なデザインなんで、ちょっと洋服と合わせづらいかなと思われる方も多いと思うんですけど、グレーのカラーリングに関しては割と単色でまとめられてるので、意外とどんな服にも合いました。僕は先週の土曜日、日曜日と平日も3日間ぐらいしっかり履いてみたんですけど、いろんなデニムであるとかカーゴパンツ、チノパン、何にでも合うなという印象でございました。で、やっぱりカラーリングね、かなりいいと思います。で、ブラックも正直結構気になってます。グレーにも言えるんですけど、ブラックもね、若干ちょっとカーキ色がかかったような、真っ黒とは言えないようなブラックであったり、グレー
もね、ドシンプルなグレーかと言われればそうではない。ヌバックのこの光の加減によって色味が結構変わってくるんで、面白いカラーリングだなと思います。難しく考えず、どんな服装にも結構馴染んじゃうのかなというのが彼の印象です。最後一つだけちょっと注意点というか、これ本当どうでもいい話なんですけど、ここのね、トーボックスのあたりであるとか、サイドのパネルね、メッシュなんですが、前回の動画でもお伝えしたんですけど、結構目が、大きめなメッシュなんですよ。なので、割とこう、足元から風が吹いた時に、冷たい風がファッと入ってきます。昔僕もレビューしたんですけど、ナイキとサカイの LD ワッフル、あれもね、もうかなりメッシュの目が荒いんで、風がスンスン入ってくるんで、真冬には向いてないスニーカーなんですが、それと結構似てる感覚で、足元から風が吹いてくるので、真冬は結構しんどいんじゃないかなとも思います。厚手の靴下履いてる方であれば全然問題ないとは思うんですけど、となるとサイズ感がこう結構キチキチになってくるんで、そういった点からも、最初にも述べた通り、ハーフサイズアップしてみてもいいんじゃないかなとも思います。末端冷え性の方は割とご注意かと思います。いろんなことを加味しても、これがこう、税抜き16,000円で買えちゃうっていうのは、かなりすごいと思います。ニューバランスのこのあたりですね、992であるとか、この990シリーズなんかもだいたい3万円、これの約倍ぐらいするんですけど、それにこう全然引けを取らないというか、コストパフォーマンスで言えばかなり高いんじゃないかなと思います。正直僕これがUS メイドになって、倍の価格で販売されたとしても、ちょっともう一足欲しいなと思わせる靴なんで、これが定価であるならば、かなり買いの一足じゃないかなと思います。本当に買って損はないと思います。で、今ね、正直市場価値も結構ついてて、前回も言ったんですけど、ちょっとそんな急ぐ必要はないんじゃないかなと思います。今後、近々Nハリウッドとのコラボレーションモデルなんかも発売されますし、多分続々とコラボレーションモデルが発売されていくと思います。で、プラスこのオリジナルカラーに関しても多分再販があるんじゃないかなとちょっと踏んでいるんで、ぜひよかったらちょっとそれを待ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、オジカラー以外でもいいという方であれば、そのコラボレーションモデルにちょっと期待してみてもいいんじゃないかなと思います。そんなわけで今回、ややざっくりとはなってしまったんですが、こちらの ML2002R のご紹介レビュー終了となります。2部構成でお届けできたんですけど、要点まとめますと、僕的にはハーフサイズアップでも間違いないかなっていうところです。本来で言えば本当にね、試着できるのがベストなんですけど、ネットで買わなきゃいけないっていう人多分多いと思います。そういう方はぜひよかったら参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.